両兄弟、まずは忙しい人のために今回のハイライト。今回はボス戦が2つ、AC レイブンとアイスワーム。間のミッションでルビコンとコーラルに思いを馳せていたら動画はやっぱり30分超え。みんな大好きアイスワーム戦ではラスティの狙撃シーンにあなたの心も打ち抜かれること間違いなしです。621仕事だ。アーキバスグループから依頼が入っている。独立傭兵レイブン、これは当社系列企業シュナイダーからの依頼です。ベスパー第4隊長と機下の活躍により陥落し、当社拠点となったバートラム旧宇宙港について、惑星封鎖機構の残存艦隊が奪還を企図しているとの情報を得ました。作戦内容はその迎撃及び当該拠点の防衛。配備されている MT 部隊は友軍として機下の支援にお役立てください。ブリーフィングは以上です。よろしくお願いします。封鎖機構は相応の戦力で基地奪還に来るはずだ。621友軍 MT 部隊をうまく利用しろ。メインシステム戦闘モード起動。ミッション開始。待て621、様子がおかしい。戦闘がすでに終わって。状況を確認しろ621。はい、はじめまして。おはようございます。こんにちは、こんばんは。お疲れ様です。アーマードコア6リアル片手縛り実況プレイ、今回もよろしくお願いします。私、片手と申します。ということで、今回も3ミッション、アイスワームまで行く予定なんですが、これってさ、レイブン戦？レイブン戦か。それはあったね、そんなの。見せてもらおうか。偽りの翼でどこまで飛べるのか。レイブン、通信は聞こえてる？目標を確認したわ。あれがあなたを語る傭兵。見せてもらいましょう。借り物の翼でどこまで飛べるか。AC 短期で全てを片付けたというのか。危ね。うわレイブンの名を返せとは言いません。ただあなたにその資格があるか見極めさせてもらいます。届いた。キック。撃破しろ621。危ね。ふさわしいのはキック。戦う者だけです。戦いに集中しろ621。危ない。いやー。私も感じてる。危ない。蹴ってくる。この傭兵可能性がある。硬直がさ、たとえ俺が偽物だとしても、お前がいなくなれば俺が本物だ。危ない。いやー、そのアサルト、やめてくれ。相手は封鎖機構の部隊を短期で殲滅している。気を抜くなそれは硬直を狙われた。借り物の翼では羽ばたけないでしょう。レイブン、私たちの退場はまだ先のようね。ちゃんとこう目的を持ってたの。
目的を持ってこういろいろ打たないとね、今もうちょっとでスタッカーが取れそうなので、これでスタッカー取ってキック間に合わねえんだ。ちゃんといろいろゲージを見ていったりとかしないとね、もうちょっとでスタッカーが取れるけど、何でスタッカーを取りに行くチャージ、でスタッカーを取った後、何でダメージを取っていくかっていう、残り 30%。そう、そこがな、ブレードなのか、ブレードなのか、ショットガンなのか、動かして残り 30%。あんま減ってねえな。いやー、それなんとかならないですか。いやー、当ててってはいるが、一回引いて、何に当たってる？目的を持ってこうさ、よし。いやー、それは遠かったな。ここ、おいしょ。なんかなんとなく勝っちゃったって感じだけど。そう見届けようというのね。この翼が彼らをどこに運ぶのかを。なんかお前わざと負けたみたいな言い方してんじゃねえか。実力だよ。新着メッセージなし。あなたを襲撃した独立傭兵レイブンについて調査しました。どうやらレイブンとは特定個人ではなく、彼らの定義する自由意志の象徴として傭兵たちが受け継いできた称号のようです。戦う理由を自ら選び、そのために強く羽ばたくこと、それがレイブンの証明だというのなら、私は変わらずあなたをそう呼びたいと思います。レイブン。レイブン、あなたに個人的な依頼があります。先にコーラル激流が発生し廃棄される運びとなったエンゲブレト坑道、その調査に行きたいと考えています。当該坑道は前回の異変まで半ば捨て置かれていましたが、ルビコン開発中期から存在しており、その歴史は古い。様々な時代の痕跡が残っているはず。それを調べていきたいのです。私には残念ながらあなたに報酬を支払うための資産がありません。そこで代案なのですが、惑星封鎖機構の機体残骸を見つけたらぜひアクセスしてみてください。企業もルビコニアンも封鎖機構の情報を集めています。回収したデータを私の方で換金し、あなたへの報酬に充てたいと思います。ウォルターには周辺の地形確認に行ったことにしておきました。レイブン、付き合ってくれてありがとうございます。メインシステム戦闘モード起動。始めましょうか、レイブン。早速ですが、データ回収を行えそうな機体残骸をいくつか検出しました。マーカー情報を送信します。
そう、まあ、エアちゃんがもうすでに説明をしてくれているが、レイブンが一人で、レイブンが一人で依頼を受けてどっかに行って、ウォルターさんは不審に思わないんだろうかって思ってたが、その辺のケアもエアちゃんは完璧なんだな。なんか、封鎖機構か。封鎖機構の機体情報です。監禁してあなたへの報酬に当てさせてもらいます。ここなんかあったっけ？全然覚えてねえわ。コーラルは情報動態特性から気気流に干渉することがあります。先の逆流現象の影響でシステムが部分復旧している残骸もあるはず。それを見つけていきましょう。このデータも換金できそうです。あなたへの報酬が増えるのは私としても嬉しいです。この調子で探しましょう。まあ報酬が払えねえとエアちゃんの体で払ってもらうことになっちまうかな。旧世代の AC。旧世代 AC。あれか。これエメフィラっつうんだけど、なんか途中でこいつのパーツもらえるよね、確か。ルビコン調査何回教授の工事施設、コーラル潮位が異常な速度で上昇している。この共振は相変異の計算しろ。猶予は47時間2分10。アイビスをアイビタイムス。スタンプによると記録されたのはアイビスの日の2日前。あの災害が発生する直前の予兆について言及しているものと思われます。ボースの旧型ルビコニアンが乗っていた AC のようです。サムドルマヤンの書き残した随想録の一部。声を見るようになってどれほど経つだろうか。尽きることはないから心配はいらない。いつものように恵みを取る私に彼女はそう言った。私が君なら許さないだろう。私はそう言って、それから己の欺瞞を恥じた。そうだね。ルビコン解放戦線の思想的指導者ドルマヤンによる口述筆記でしょう。これは極めて個人的なものであるように思います。まあ、ルビコン解放戦線はルビコンを守りたいって言ってるんだけど、コーラルの力に頼っていて、で、コーラルはこのエアちゃんのように、エネルギー、ただのエネルギー物質っていうものではなく、エネルギー生命体、命があるっていうことだから、ルビコンを守りたいと言いつつも、その命を燃やして尽きることはないと言われているが、その命を燃やして、他人の命を燃やして、本当にいいのだろうかっていう欺瞞。自分たちは、あれこっちじゃねえな。あれこっち？こっちか。ルビコンを守るために戦っているのに、ルビコニアンの命を犠牲にしている。それを欺瞞と言わずして何というかってことだな。ビリー。データ内容を確認。 SG 機体の設計図面です。これは高く売れるんじゃないかい。38,000高かったし。敵を知り、己を知れば、なんとか危うからせや。それも技研の旧世代 AC と思われます。技研の旧世代 AC。これも頭がよく見えねえが。これ前のめりに倒れてんのか。さっきと同じやつか。
砲術機器に、第一助手の様子がおかしい。明らかに研究に取り憑かれている。C パルス、コーラルパルスで人間の知覚を増幅するなど理屈は通っていても許されるものではない。強化人間の元ってことだな。可能性が人を狂わせる。コーラルはその最たるものだ。強化人間についての言及があります。あなたもまたコーラル技術によって生み出された存在。でもそうでなければ私たちの更新はなかった。取得できる情報はもうなさそうです。あなたがルビコンの過去やコーラルについて何かしら思いを巡らせてくれたなら、私としては嬉しいです。入りは自動なんだ。あ、ちょっとコーラル乗れてる？今、喋ろうとして、何を喋ろうかなと思った間だった。そう、コーラル技術を使って強化人間の手術をしているから、エアちゃんと交信できるようになった。体の中にコーラルがあるから、少しでも。で、コーラルの本流逆流を浴びて、コーラル濃度がすごく高くなったために、体内コーラルがもっと上がって、で、エアちゃんと交信できるようになった。じゃあ、解放戦線のドルマヤンは、なんで声が聞こえる？ルビコニアンだから、そもそもの体内コーラル濃度が、生涯、星の外の人間より高い。から、交信できる。とか考えました。話はつけてきたぞ、ハントラー・ウォルター。アーキバスは妥協したか、ミシガン。向こうには強襲艦隊をくれてやった。その代わり化け物退治はベイラム主導でやる。目付け役ということだろうが、ベスパー上位も使っていいとのことだ。何よりだ、ミシガン。こちらからも戦力を回そう。ラットとかいう技術者集団だな。それから貴様の猟犬だが。ミシガン、621なら配慮は不要だ。あいつの仕事は俺が保証する。新着メッセージ1件。戻りが遅いぞ、621。お前はすでに名の売れた傭兵だ。あまりうろうろするな。はあ、次の作戦はこれまでとは規模が違う。お前もブリーフィングに参加しろ。よく聞け、621。これはベイラムとアーキバス、両者連名での作戦だ。これからブリーフィングが始まる。お前も同席しろ。まず私から前提を説明しましょう。これは両者が合意した一時停戦協定に基づく惑星封鎖機構に対する同時襲撃作戦です。目標は敵方が保有する拠点軍及び強襲艦隊、そして先般起動した。ここからが本題だ。要するにルビコン各地で封鎖機構との総力戦が起こる。貴様らは貧乏くじを引いた。ここにいる面々がアサインされたのは最大の脅威、表現の化け物退治だ。やってられるかよ。俺は遠巻きに見物させてもらうぜ。ガンツ5、前線に出るメンバーが1人確定したようだな。アイスワームの多重コーラル防壁を無効化する手段について話そうじゃないか。あれはプライマリシールドとセカンダリシールド2枚からなる鉄壁の守りだよ。1枚目を突破する手段はアーキバスが提供しましょう。最新兵器スタンニードルランチャー、これを眼部に当てれば求める結果が得られるはずです。
2枚目はどうする？夜なべして作ってたおもちゃがある。ラッド金星オーバードレールキャノンさ。バートラム旧宇宙港の待機電力を回せば威力は足りる計算だが、問題は命中精度だね。そういうことであれば車種は任せてくれ。狙撃には自信がある。私は現場監督として出ましょう。寄せ集めには統率が必要です。弾幕要員も1枚欲しい。うちからはチャティも出そう。あと決まっていないのはスタンニードルランチャーを誰が当てに行くか。最前線で殴りに行く係なら最初から決まっている。ガンツ13、話は聞いていたな。愉快な遠足の始まりだ。ここみんなガンズ13621にランチャー役を任せて何も文句が出ないあたり、ものすごい信頼を得ているのね、ここ。みんな621大好き。というわけで、ちゃんと遠足ランチャーを持ったので行きましょう。これだけの勢力が一堂に会する作戦はそうそうない。行ってこい、621。時間だ、621。準備はいいか？作戦の要はあなたです、レイブ。行きましょう。私もできる限りのサポートをします。メインシステム戦闘モード起動。ミッション開始だ。本作戦の総指揮はミシガンが取る。これよりベイラムとアーキバスの合意に基づき混成 AC 部隊による作戦行動を開始する。始めるぞ、命知らずだもん。寄せ集め各位、統率を書かないように。なんだこいつは、舐めてんのか。いやい気がつく野郎しかいねえ。まずは厄介な貿易を引き離す。ガンツ13、アーキバスが大金をつぎ込んだ贅沢な専用兵装をお見舞いしてやれ。狙うべきは頭部です。海賊は強固な物理装甲でも覆われています。こちらベスパー4ラスティ。レールキャノンの準備はできている。戦友、出番なしで終わらせてくれるなよ。ビジター、うちのボスから伝言を預かっている。めったにない作戦楽しんできな、だそうだ。いやー、やっぱこのドリームチーム的なの盛り上がるよね、気持ち的にね。コーラルミサイルがめっちゃ盛り上がる。ここやっぱ好きだな。現場各位に伝達。友軍機とは一定の距離を保ちなさい。そのようにしよう。まとめて落とされたら終わりだ。言われるまでもねえ、てめえらのな。目標、プライマリシールド消失。シールド消失を確認。レールキャノン発射シーケンスに入る。 EML モジュール接続。エネルギータービン開放。出力 80%。 照準補正よし。90、95。外しはしない。かっこいい。セカンダリシールド消失。ランサー T、頭部に直接攻撃を加えてやれ。いやー、かっこいいよ。これで何人の男子女子がラスティに心打ち抜かれたことか。目標、シールド再展開。仕切り直したガンツ13。コーラルミサイル遅っ。頭出てこねえけど、こっちか。ガンツ5、今回の遠足はどうだ。偉そうな現場監督が気に入らねえ。ドライブの世話もうんざりだ。こっち見て。非常を挟むな。外された
そこか。プライマリシールド消失を確認。レールキャノン発射準備。エネルギータービン出力 80%。 照準誤差修正 90%。 出力 100%。 目標セカンダリシールド消失。ランサーティ、貴様の出番だ。顔面に叩き込め。ああ外した。この野郎決めやがった。当然です。この程度はやってもらわなくては。ビジター、目標が呼気を展開した。対処する。コッキーやらないとダメだってね。おー、みんな頑張って。それじゃね。いやー暑いよなここな。ベスパー4、示弾装填準備。今終わったところだ。ミシガン総長。抜かりはないようだな。ナンバーに空きがあれば勧誘しているところだ。ベイラムの歩く地獄にそう言われるとはな。光栄だが遠慮してここか。ああ外した。当たんない。ジョティスティック、ラッドの自動人形と聞いているが、死を恐れないのは良いことです。ほらプライマリシールド消失しました。シールド消失確認。レールキャノン発射準備。エネルギータービン出力 80%。 出力95、100。巻き込まれるなよ。くー。セカンダリシールド消失。戦友追撃を頼む。待て、様子がおかしい。離れろ、621。まだ機能を隠していたのか。コーラルが暴走している。これは悠長にやっている余裕はなさそうだな。レールキャノンの出力を限界まで引き上げよう。被害が広がる前に決着をつける。次が最後の一発と思ってくれ。そう、このレールキャノンを撃つ時もさ、こうちょっと周りの音が止まるじゃん。それもさ最高にかっこいいよな。いやーそこはダメだ。スネイルーメガネ機体は限界か。やむを得撤退する。さあこっからだな。スネイルが退場。これは悠長にやっている余裕はなさそうだ。うおめ。レールキャノンの出力を限界まで引き上げよう。被害が広がる前に決着をつける。次が最後の一発と思ってくれ。俺浮いた方か。いやーそこ当たんねえか。当たったわ。プライマリシールドの耐久が上がっている。そういうことな。焦るなよ戦友。すまないビジター、手伝えるのはここまでだ。離脱する。あぶねえ危ねえ危ね消失。よくやってくれた戦友。 EML モジュール全点接続。エネルギータービン全開。出力80、90。緊急面全閉鎖。リミッター解除。100、110、115。レールキャノン最大出力。これで決める。目標コーラルシールドが完全消失。あとは任せたぞ戦友。
作戦領域から。コーラルがまた失われていく。レイブン、あなたに伝えておきたいことがあります。コーラルは、彼らは私の同胞なのです。コーラルに織りなす潮流、私はそこに生じた一つの波形、実体を持たぬルビコニアン。これまで長い間誰にも知覚されることはなかった。レイブン、あなただけが。621、戻って休め。これから忙しくなる。よくやった。ベイラムとアーキバス、二大企業グループの一時共闘により戦況は覆り、惑星封鎖機構は保有戦力の過半を喪失、生涯への撤退を余儀なくされた。決定打となったのはベイラム主導によるアイスワーム掃討作戦だったが、アーキバスは封鎖機構の執行部隊との交戦を経て、強襲艦をはじめ主力兵器の多数鹵獲に成功。これは両者のパワーバランスをアーキバス優勢に傾け、企業陣営の消耗を見込んでいたルビコン解放戦線にとっても大きな逆風となった。惑星封鎖機構という共通の敵を失い、にわかに再燃した集積コーラル到達競争は、以前にも増して硝煙の匂いを漂わせ始めていた。強化人間 C4621、 通常モード移行。新着メッセージ2件。621、調子はどうだ？もう少し休息を与えたいところだが、企業はすでに動き出している。封鎖機構が片付いた今、あとはコーラル集積地点を目指すだけだ。洋上都市ザイレムで行った調査は覚えているか？得られた情報を友人が解析した結果、中央表現には広大な地下施設があることが分かった。ウォッチポイントアルファ。アイスワームが防衛していたのもこの施設の入り口だったようだ。お前にはこれに潜ってもらう。レイブン、一つ伝えておきたいことが。ウォルターの言う友人ですが、彼がそのような人物とやり取りを行った記録は存在していません。ウォルターは本当の思惑を伏せている。そしてあなたを使い、何かをなそうとしている。このルビコンで。登録番号 RB23、 識別名レイブン。あなたの実績情報が更新されました。アリーナにおいて A ランク帯の仮想戦闘が開放されています。戦闘技能のたゆまぬ研鑽にお役立てください。はい、そしたら、今回はここまでなんですが、まあ、ウォルターさんの言う友人っていうのは、ウォルターさん自身っていうことだよね。個人的な依頼とは言わず、目的のために、あえて、自分ではないと言って何かをなそうとしている。で、エアちゃんもここでお話ししてくれたけど、今までエアちゃん、自分たちの同胞が
失われることをどう見ていたんだろうね。まあ、今回多分アイスワームはめちゃくちゃな量が失われた。でもみんなさ、なんか FF7 のライフストリームみたいに、なんかアイスワームもそうだったけど、倒した後、その大気に上がってさ、空でこうまとまってるけど、あれは生きてるコーラルたちってことなのかな。なんかみんな集まって集積コーラルに避難しようみたいな感じでしょ。自然とみんな集まる習性があるっていうのは、多分一人じゃ怖いからみんな集まろうっていう自然意志なんだよね、おそらく。だからふわーって上がっていくのはまだ生きてるエアちゃんの友達たちっていうことなのかなって思ってますけど。はい、そしたらこっから、てかウォッチポイントアルファってさ、スリラが一番最初にバルテースと戦ったとこ、あそこアルファじゃなかったっけ？まあちょっと動画見返せればわかるんですけど。ということで、次回からも3ミッションずつやっていけばいい感じに終わるはずなので、今回はここまでです。はい、ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いします。アリーナもやりたいな。ありがとうございました。